なんかいつも通りな感じもあるんだけど、どうもパパです。おはようございます。よろしくお願いします。いいね、なんかこの一家団らん感は出てるな。出てる。そうです。出てるよ出てるよ。本当？それは嬉しいけどね。温かい家庭っぽさが演出できてますよね。あんま演出とか言わないでほしい。いや、いつも通りかな。いつも通りではあると思う。本当に？うん。ちょっと緊張感はあるけどね。これやることがやることで。いや、だいぶそわそわしてますよ。事前に一応話してるからね、何やりたいかっていう。怖いでしょ。非常に怖い。そうだよね。お前想定は何なのそれ。一応中学生。ひげむちゃくちゃ生えてる。剃ってこいや。いや、確かにな。ちげえわ。ちょっと奥に全然設定わかんないやついたわ。全然喋ってもらって大丈夫？いいっすかこれ。いいよいいよ。いいの俺喋って。全然喋って。いやなんかね、今日ここに来たら衣装がありますって言われて着替えに行ったらこれ。ベイビー。ベイビー。そうなの。だからベイビーなのかだよね。赤ちゃんなのか、どっかのなんかマダム。まだでも最近こういうちょっとさベイビーめな服装とかも流行ってるわけじゃん。まあフリフリついてるね。そう大きな男が着るかわかんないけど、そう着る人が違う。そう可愛い女性が着るならわかるけどさ。心なしかあったかそうだっ結構寒い。け。寒い。薄いんだ。薄手だね。だからね。そうなの。なんかこのなんかいろいろ話さなきゃいけないわけでしょここで。らしいよ。っていう風にさっき聞いたんだけど、なんかいまいちこの服装に勝てる気がしなくて。確かにパンチ強すぎてね。そうなの。なんか話入ってきますかこれ皆さん。それは慣れてもらおう。なんかすごいアットホームだねここうちね。まさやなんだろうそれは。これ3なんです。ちょっと待って。ちょっと待って、いや、服見せて3なんですわ、分からんって。ちょっとあともう一個いいですか。構成いいですか。多分三男僕なんで一応。じゃあ次男。多分。じゃあとかで次男語んない。一応なんかあったんだよな兄弟の設定みたいな。設定がね一応ね。お前三男なの？三男っぽくないでしょうか。入ってんだあいつ。入ってる。あいつなんかやってるよ。あとそれで言うとあいつがデチュなのにめちゃくちゃハキハキ喋るぞ。そう。いやまあ何やってるんですか。遅くない？うわもう遅い。これ俺がチュってやりだしたらどうするのそれ。俺もチュになんなきゃいけない。それは違う。それは違うよ。お前次男が繰り下がることないだろ。チュとチュに挟まれたら俺もチュになんなきゃいけならないよ。なんだよ。だってお前次男だもん。挟まれてないから。チュ多様性ってそういうこと？挟まれてね。年齢をちょっと。西尾この靴下キモすぎじゃね？さっきからずっと言ってんだよ。別にそんなことなくて。いや別にそれはねそんなことないですよ。全然普通にそういうファッションある。でもちゃんとさそのメンバーカラー入ってていいね。ね。確かに。いい。青色で。まずこういう感じしますけどなんかね。どういうこと？そうかな。鉄腕ともさんだとしてもこれやらん方だし。てか今日何やるかっていうのを細かく説明した方がいい。なんすか？いや聞きたいです。そうだね。ざっとは聞いてるけど。今日やんのは皆さん感情を持って普段から過ごしてますかっていう。そう最近感情なくなったよねみたいなやつない？いや感情なくなったよねではないんだけど、やっぱその感情豊かな期間があるでしょ。やっぱ子供の頃なんかすごいいろんなものをキャッチしてさ、いろんな感情が芽生えるでしょ。ちょっと薄れてきたのかなと。それが大人になるってことだと思ってたけど。まあそれは良さでもあり、やっぱたまに思い返した方がいいじゃん。子供心って大事だ。また初心に帰るってことね。そう。今日はだからランダムで BGM が流れます。はい。なるほど。その BGM に合ったお話を話して、それが合ってればそのまま会話は続きます。間違ってたらブーッとなって罰ゲームを受けることになるという生活です。何それ？だ話し始めをその人が切り出さなきゃいけないってことか。まあそうだね。てか指定されます。誰々って名前が今いる5人の名前が呼ばれます。そしたら何らかの BGM がかかります。その曲をよく聴いてその曲に沿ったトークを展開してもらう。即興性がある。それが合ってればっていうなんだろう空気も読めてる。で普段からそういう感情がちゃんと湧いてるんだなとエピソードもちゃんと覚えてんだなみたいな、そういうのをしっかりと分かってるんだなっていうのを再確認する企画です。すげえな。俺たちトーク企画ちゃんとやったことないのにいきなりこれすんの？トーク企画やったことないのになぜかセットでやるっていう。やばいよ。しかもムードに合わせてミュージックトークでしょ。
まあね、まあでもその俺ら毎回飛び級じゃないですか。まあねまあまあ体当たりなんでもね。で泳ぎ覚えようとしたらいきなり海にザボーンと入って泳げみたいな。そうだってだからこそだってね、初めての俺たちの野球がイチローさんとか確かにまあ確かにね。でしょ。飛び級も飛び級じゃない。確かにありえないね。豪華やな。そういうのが多いからぶっつけでやってみようじゃないかなと思う。やばすぎ面いや白すぎ怖い。で一番怖いのは全員何も喋れなかった時はひどい動画になる。そしたらもうあれでしょ、もう野球の動画になるんでしょ。これから野球行く動画。ここでもうひたすらもうケツ叩かれてまあま野球の動あそうだね画になるってことでしょ。罰ゲーム来るんで。そういうことでしょ。はい。そうだね。っていうトークバラエティーみたいな感じです。まあそうすれば俺ら15周年じゃん今年。まあそうそうだな最近こうしてるんだもん意外と話してないじゃん。話してない俺ら。そこも最近こういうことしてんだなっていう再確認じゃないけど BGM 乗せてなより響くから。いきなりシチュエーションが来るんだもん。やばどんな BGM 来るんだよこういうプロの人でもちょっとなんかね難しそうなこと言っちゃうからね。まあ言っちゃうこれフィッシャーズの動画でしょ。別になんかアマゾンプライムとかで出るわけじゃないじゃないじゃない。いやそれはね飛び級すぎるそれはフィッシャーズでしょ。それはあよかった。じゃあもっと気楽でいいねこれ。そうだうちの動画だから。オッケーオッケーオッケー。ある意味なんか自分がそのエピソードトークどんぐらい喋れるのかっていういやそうですね。そんな考えすぎなくていいと思う。いやなんかもっとラフでいいんじゃない。確かにエンジンかけちゃダメかもね。ダメなんか胸が苦しくなってっちゃう。いやなんかもうそれでやれるんだろいいっすよ。全然やれるんだろ。怖い怖い怖い。急に目が怖い。目がいっぱいいるよね。あれ一番嫌だ俺。自ああやついる分でハードル上げてますからね。いやハードル上げたのよ今俺だからもうちょっと気楽にいこうって下から気楽にねちょっとずつ上げてこね。あ上げてくでもちょっと上手になるでもそう確かにね楽しんでいこう。なんか後半らへんでいいのが出てくる可能性ある。だからトークバラエティ職業体験だと思あそれでいいな確かに。こういう感じこういう BGM か最近さなんか一人でドライブする頻度上がってめっちゃいい。そうでなんか自社さスポーツカーだからこう軽快にドライブできるとこねえのかっていろいろ調べてさ、でなんだっけな九十九里浜おおはいはいはい。の方まで行こうかなと思ってさ、前うちの小学校の友達と一緒に行ったんだよね、でその時小学校の友達で一緒に行こうって感じだったんだけどなぜか中学校の友達1人まずあったね。まあいいかと思って、でまあ2台で俺スポーツカーで、もう1人普通の、まあ、ハイブリッド車でブーンって行ってたんだけど途中でなんか前の車の挙動おかしいぞみたいになったの。でその隣のその中学校の友達、あれタイヤやってるねって言っていややってるもん。タイヤやってるねって言って、でもそんな風に見えないけどねっつって一応ちょっとサービスエリア行って止めようかっつって止めてさ、怖いもんね。そうでその人がその中学の友達がその前の車乗ってでその車運転手の人は俺の車に来て入れ替わった状態でまた走ったの。で実際タイヤおかしくなってたね、でガソリンスタンド行って直したんだけどつまりその中学の友達がいなかったら俺たちのその旅行の計画はなかったっていう。そこで直せてなかったらいけてないってことね。そうでその後普通に海鮮食ってハッピーに終了したっていう。いやもうハッピーな話だけど途中超怖かったけど、そう超怖かったでしょ。超怖かったけどそいつがいたおかげで助かった。そうそうなぜか来たやつに助けられた。だからもうマジでいい旅行だったっていう。タイヤやってたんだ。タイヤやってた。タイヤやってたって表現が一番面白いけどタイヤをやるっていう。だからその中学の友達いなかったらそのタイヤの異変も気づけなかったし、そうだね。そうそのね九十九里の方にもう行けなくて中断してたから、その中学の友達普段何の仕事してんの？車の整備士。さすがだな。めっちゃいい。すごい。ちゃんとそれはできんのすげえわ。すごいでもなんか頼れる BGM にはすごい合ってたよ。とてもなんか晴れの日のねドライブを風景はこう合ってた気がする。かなりこう頭に入ってきたよ。これはブブって言われないってことは OK なのかな？そうだね。話題に沿ってたよ。ピンポンがないとそれはそれでなんか滑ったみたいで。確かになんかな。確かにな。確かにわかる。でもさそういうこともわかる。大受けしてピン
ポンピンポンってなってもさすんなりいった方がいいわ手応えあるなってなそうる。だし必ずしも受け取んなくていいんだもんね。そうそうそうまあエピソードをね空気読むって方が大事だよね今日ね。そうだね。うんまあ逆に言えばその笑いといたらすごいとオ思う。チがついたらなおよすごいねっし。てだけでそうちゃんとそれはすごいトーク力がある。よくのいけたね。書き回したけどね。うわ暗くなったまあちょっと前にさまあテレビをね買ったんよいいねでまああんまり、まあ、ちょっと前ですから引っ越ししたってぐらいだったら、まあ、結構前なんだけどまあちょっとまあお金がなかったけど引っ越ししたてでだからそのテレビを安いので買ったのねたまたま見つけたから普通にそのテレビが届いたのはいいんだけど普通に電源つけるやん、電源つけて接続も一応ちゃんと Wi-Fi とかもちゃんとできたんだけど1日に 3,4 回ぐらい電源が落ちちゃったりその不便だ。そう本当に壊れてるんじゃないかみたいな感じのテレビを買ってしまってまあでも別に普通に見れるっちゃ見れるんよ見れるんだけどまあどうやらおかしいなって思いながらそのメーカーさんとかをまあ調べたんよで調べたんだけどそれが出てこなくてそう出てこないそうでその買ったところの問い合わせしようと思ったんだけど、まあ、そこも出てこなくてそうちょっと騙されたのって感じになってもう最悪やって思ったんだけどでその時のまあテレビの、まあ、ロゴテレビって下になんかまあそうね。そうロゴとか書いてあるソニーとかであそこのテレビの名前がスマートテレビっていう名前だったのねでその時点で全然スマートではなかったんだけどテレビのもうレベルが全然電源切れるしねもう電源切れるわ、もう全然つかないわとかあるし、でああいうロゴってしっかりピタッて貼ってあるやん、よく見たら M がこう曲がってたスマートな M がねボロボロじゃねえか。スマート TV みたいな感じになってて右肩上がりだったのにね。そう調子は悪いんだ。そう気になるな普通にそういうテレビやつってさロゴでバンってあるもんだからさ綺麗にね。ピタッと貼れるはずじゃん、これよくよく考えてみたら一文字一文字こいつ貼ってたのもう全然スマートでもなければ普通にもうなんかやべえとこで買ったなと思ったけどそれやばいね。まあでもまあ面白かったからいいやっていうテレビをね買ってしまいましたという話ですございまいいじゃんいいじゃん。それは今も使ってるのすでも買い替えましたそうだよねその方がいいまあそれは落ちるからね。怖いもんねさすがに買い替えたどこで買ったんですか？アマゾン？そうなんかね本当にデコシールみたいな感じで貼ったんだろうね。でもめっちゃ綺麗に貼ってあったんで最初は一応確かめたんだ。で運ぶ時になんか持った時に M のとこ触ったっぽいよ。そうで M ずれちゃったんだろうねいやずれんなよ。だとしてもまあねなんか見れれば何でもいいやみたいなタイプ。そう最初はねちょっとまさか引っ越したてだったからね確かにねインテリアとして置くみたいなね。最初はこんなんでいいかなみたいな。まあ皆さんもお気をつけくださいという話でございますそういいですね。それはそうだいやすごい。でもすごいブルなーとかなんとかなんないじゃん。いやブーレは今のはいいよ。なんかお前ら早くないの？早い。いや自分の早いよ。いやいや全然全然。すごい聞いてたんじゃない？全然準備も。汗すげえでもさカオさんこれさめっちゃ緊張しない？やばいなんかいやそれはそうだよ。普通に喋ろうとするんだけどもうなんかうってなっちゃう。ブルブルしちゃう。なんか合ってるか分かんないぐらいそう作るよねこういうのってさ自分たちで編集してるから分かるけどさ話してるところに BGM を載せてでいい感じのところで BGM を消したりとかさそうそうだよね来るじゃんけど BGM 側から来るじゃんそうだから生語りの状態だよね。そうだよねそれがやっぱ難易度高いいやすごいすごいマジでそうよかった。なんとかなったわ言ったら生放送みたいなねまあね当分多分来ないわけでしょいやわからん。わかんない。いやそれはわかんない。連続で来る可能性あるからそれはわかんない。あの人の会話もっと聞きたいなっつっておかわりがねそういうねこれはいやですね実はですね僕結婚して何年もうすぐ
まあ、付き合いとか始めて10年ぐらいになるんですけど、奥さん妻子が不倫してたかもしれない。結構笑えない。でね、俺これそういうドラマとかって最近すげえ流行ってるじゃん。不倫とかあるね。とか、その新しい彼氏作ったりとかね、そういうの流行ってるからちょっと見てたりするわけじゃん、そういうので。いろんなこうヒントとかあるわけじゃん、ドラマの中で。でふと子供が家にいて、で俺仕事終わって帰ってきて「ただいま」って言って、まあもろもろ子供と会話とかしてたら、なんかある表紙に「若村くん今日来た」って言ってて。若村くん、誰が若村？で俺知ってる友達にも若村って人いなくて、でじゃあ若村くんって誰って聞いたら「って言ってどっか行っちゃって、怪しい。若村くんと思って、でまあその時はそんな気にしてなかったんだけど、まあ、しばらくしてまた遊んでる時に子供とそしたらふと「いや若村くん好き」って言ってて、これもしかして俺がいない間に若村という人が家に来て確かに上がり込んでる。子供と遊んでるんじゃないかというふうにちょっと疑ってしまったの。今までそういうこと全くなかったから。でもやっぱ俺たちやっぱそのクリエイターという仕事で家を何日も開けたりとか、外行って、正直やろうと思えばぶっちゃけできちゃうっちゃできちゃうわけじゃん。疑いたくないんだけど、それでちょっと、しばらくしてやっぱ若村くんって俺やっぱいろいろ調べたの。インスタとか、そのプライベート、昔使ってたツイッターとか若村っているかなみたいな風に調べたけどいなくて、これは怖いなと思って、ちょっと勇気を振り絞って、もちろん信頼してるから勇気を振り絞ってその子に聞いてみたの。若村って人友達にいるって聞いたら「いやいないよ」ってなって、でタイミングもあってなんかちょっとはぐらかしたみたいな感じで普通に料理してて、若村って誰なんだろうと思って、で改めてもうその後ご飯作ってくれてたから食事の時にもう一回子供の長男に「若村くんって人好きってこの間言ってたよね」って「うん」って言ってて「ママが好きなんだよ」って言って「若村くんって何?」って聞いたら「若村知らないよ」って言われて「本当にそれ若村くん?」って聞いたらなんか「あ違う中村くん中村くんママ好き」って言ってて、だとしてもママこれもう言っちゃって不倫ですかって聞いたら写真を見せてくれて、見ますかこれ、それマジで震えたんだけど、中村くんちょっと俺らの間でもいないもんね、友達。いや中村はいないな。共通の友達もいない。中村くんっていうキャラクターだった。こいつ。これ中村くんっていう。これ見て中村ってなったっていう話でした。見たことあった。お前か中村くん。真実中村くんだのか中村って。確かに平成ブームもう一回来てるからね。そうそれでまた中村思い出したんだ。そうなんです。スマホが中村くんが好きでキーホルダーつけてたっていうややこしい不倫を疑ってしまったっていう話でした。そういうことか。でも焦るね焦るね。いやでも怖いね。それ怖いっしょ。それは怖いわ。中村くんっていう話が急に出たら怖いわ。確かに。子供からね。しかもこの若村くんって言ってたからマジで誰か分かんない。確かにちょっとずれてる感じもね。ね。でもそれだったら確かに子供も好きになりそうだよね。でしょっていう初めてのちょっとなんかドキドキしたそわそわした話でした。ヒヤッとはするな。怖いわ。結構ドキドキした今。怖いわ。あと BGM も相まってめっちゃ怖かったよね。めっちゃ怖い。本当に今なんか話していい話と思ったもん。不倫って言ってさ、もっと別の動画で話すべきじゃない。超怖かった。CM 怖いな。何を赤ちゃんの格好で喋ってんだよ。本当に。あれで中村なんだ。熱すぎませんなんか。話した話したゲームに載せたトーク。怖えよ。怖えよな。怖えしなんか思ったよりみんな真剣に聞いてくれたからさ。いやいや、話しちゃった。真剣に。いや、不倫って言ったらそれは聞くよな。それは真剣に聞くだろ。いやー怖かった。スタートがだって不倫ってだってね言われたらね。一大事だよね。いやもう本当になんかこの BGM が入るとよりなんか聞き入りやすくはなる。確かに。集中するわ。ね。来たよ。怖い。いやー、俺のさ子供の頃の話になっちゃうんだけど、これ当時その球団の名前とかもさ今と
ちょっと違って確かにでダイエーホークスだったじゃん。そうだね。当時はね。そのダイエーのやってるスーパーセービングっていうのがうちの近くにあって、でよくお母さんと一緒にお買い物に行ってたわけよ。でね当時ね本当に小学1年生とかそこらだったかな、でそのセービングってスーパーめちゃくちゃ広くて、その頃から俺果物大好きだったから果物コーナーにかじりつくように見てる時期があったのよ。でその間になんか親が多分買い物済ませてで戻ってきてで僕連れて帰るみたいな多分ルーティーンだったと思うのね。でも子供の俺はさそんな分かんないじゃん。だからその果物コーナーずっと美味しそうだなと思ってパイナップルとかバナナとかリンゴとか見てたのよ。そしたらお母さんいなくなっちゃって、めちゃくちゃ広いスーパーにさ一人で残されたらさもう心細いじゃん。その時にさ周りキョロキョロ見回してたら同い年かな、いや自分よりちょっと大きいくらいの男の子が向こうからこうやってきてくれて、テコテコテコーってやってきて、で俺の顔じっと見てんのよ。どうしたのかなと思ったら指さして一言「顔細長っ!」って言われて、それで俺もう大泣きして、その男の子友達になってくれるのかと思ったら指さして「お前顔長い」と。いやー当時さだからもう髪型も俺こんな感じだったし、そうなの。でもうちょっとね細かったからそうだね。顔丸くなくて当時グミとかも食べてなくてちょっと顎とかもさ発達してなかったから本当に細長かったの。細長かったそれ覚えてんだよ。それはわかるんだけど、いやそれでねもうギャンギャンお泣きしてでその声でねお母さん来てくれてなだめられながら帰ったっていう話だけど、いやその男の子ちょっと覚えてたらもう一回会いたいなって。確かにね。確かに。謝れとは言わないから。謝ってほしいとかじゃないんだよね。覚えてるのかな。もうなんなら話したいっていう。話したいいやもう誰なんだろうっていうのが。確かにね。いいね。それでも自分でも言ってたもんね。細長いとかって言ってたもんね。いやそう細長かったんですよ。言ってたわ。この思い出だね。それはね覚えてんだけど。確かに小学校のなんかアルバムとかでも似顔絵描いてたけど顔長かったわ。イメージはあるけど、それ確かに正面から言われるときついよね。すごいよね。勇気あるよね。指さしてでしょ。そう指さして。それ覚えてんだよ本当に。指さして言われる。結構な悪口だけどね。まあ子供の頃だったらなあるよね。なんかね思ったこと言ってそう。まあねないからねストッパーが。でも純粋だからこそ刺さるよね。そうだ。本当に。お互いに思ったことをそのまま言ってるじゃん。スッと入るし。産地直送だからね。そうだ。やり返すとかしなかったからさ当時は。そうだね。すごいね。でもあれだね、なんかこう順番という法則がついない。どうやら本当にランダムで来る。怖すぎるよマジで。いやちょっと和んだな。少しずつ慣れてってるんじゃない空気感に。若干寒いわ。お前半パンだもんね。お前って若干薄いから寒いわ。お前が半パンだからだよ。いや本当にね今日朝からちょっと冷えてんなと思って。ももうより冷えるとは思わなかった。完全にショーパンだもんね。交換する？似合ってると思う。何よ？交換する服？それ結構暑いんだよねこれ。いいね、あったかそうだね。確かに対照的だねそこね。青だったら交換してたな。確かにな。色の問題なんだ。いろいろ問題。わかる？メンバーカラー他の色着づらいよねちょっと。俺結構着ちゃってるな。俺も全然着る。なんかね。それはさ多分さ赤と黒だからじゃない？黄色と青ピンクとかだとさ、ちょっと俺たち難しいこの。俺オレンジとか着るけど。そう無所属はさいけるじゃん。無所属はね。全然気にしてなかった。真っ黄色とか抹抹茶とか。最近ねこう家具とか家電をこれ15周年ってのもあるし30になったってのもあるから見直そうと思ってさ。わかる。見直すタイミングおもろいな。人生をじゃない家具をね。家具もうちょっとこうなんつうのかな、俺どっちかっていうとその高い安いで言うと安い方を取ってたんだよね。そうなんだ。やっぱ家具とかさ家電とかって基準上げるとさ金額上がっていくし、まあね。そう性能も同時にね。やっぱその分価格も上がって、で家具もさ材質が良ければその分金額も上がる。
まあ、メリットもありデメリットがあると思うんだけど、まあにしてもちょっと家のものをランクアップさせようと思いが強くて最近、もうバット使っちゃおうかみたいな、勢いで、やっちゃおうっつってでよーくこう見てて、あこれはちょっと更新できそうだなっていうか、別にしなくてもいいけどしちゃおうかなって思った家電があったんで、それがねテレビなんですよ。はい、テレビでも元から結構大きいの使ってたねいいやつ使ってるイメージだったけど、みんなが知ってるソニーのテレビ、スマブラよくしてますし、あれ55インチなんですよ。でかいけどね、十分大きさはいいんですけど、やはり時代がこう進歩していくと、性能も上がっていくと、それなりにテレビにもね出てくるんですよ、性能差っていうの、でさらに言うと引っ越しもしまして、部屋がでかくなりました。ありがたいことに、これはテレビをでかくするしかねえなって思いまして、最近皆さんご存知テレビを買いました。まあでかいな、82インチ。あれ超でかいよ。82はでかいな。マジで存在す見なくていい裏側まで見えちゃうよ。超でかいテレビなんですよ、ソニーの。でも現行型の超出たばかりのハイスペック、もう画面も長期で、最近噂のミニ LED ついてます。ああもうこれは満足だ、部屋にドスッと置いて、搬入してくる人もこれ買ってくれる人なかなかいないですよって言ってくれるぐらい、それはもう買った身としては確かによしありがとうございます、もうこれで見るのすごい楽しみです。パッとつけて、うわいいなっつって、でやっぱそれなりに買い物はしたわけでして、後から明細を見るんですよね、そのテレビの値段110万円です。あんなマジっていうお話です。あれそんな高いの？あ、そうなんだ。帯声テレビ。はい。ダメだったっぽい。金額マウントだからかな。嘘だろうが。それ平和な話かと思ショったら。ッピングだろう BGM。ショッピング。ショッピングだったの。ショッピングかはわからない。だと思ったの。それはわかんない。ね。俺はショッピングに聞こえたんだよ、BGM。ショッピングに聞こえたけど、ちょっと値段が可愛くなかったと。なんかもっとちゃんと振っていいんだよ。いいんだよ、もうちょっと。ちゃんと振って。思いっきり振る。超痛いけどね。だってテレビが110万円だったって言ったんだよ。だってネルお前んちのテレビいくらだよ。いくら？テレビないです。あれよ。年会。ないのかよ。なんかお下がり。じゃあもう一発やっとこう。フルスイングちゃんと振ってね。ちゃんと。お前ないんだぞ。こっち110だぞ。待て待て。羨ましい。買えよ。買えよ。それお前が勝手に買えよ。買えよ。何してんだよ。車買うな。それはいいだろ。思いっきりね。痛えよマジで。マジで痛いからね。テレビね。ダメだった。高かったろ。高かった。ダメだったんだね。いいな。いやでもよかった。いい話だったよ。でもびっくりしたでしょ。びっくりした。実はそんぐらいしたん。テレビっていっぱいあるじゃん。まあね。あのサイズでもやっぱ金額の差は絶対あるし。高いわ。やっぱさ、マサイの家はよく行ってさ、そのテレビ見てるからさ、あれ110万すんだと思うとね、そうびっくりするね。気軽にちょうだいって言えないね。そうね。経験。流系か。まあやっぱさ、子供の頃の話にまたなっちゃうんだけど、結構さ、その子供ってどうしてもまあ視野が狭いというか、まあ、それが子供なんだけどね、まあ、親の心子知らずっていう言葉があるくらい、子供ってなんか親のことよく分かんないし、でまあ親の愛情とかもね、やっぱ大人になってから気づくこととかもまああるわけじゃないですか。でそれで言うと、なんかクリスマスシーズンになるとさ、そのクリスマスプレゼント何が欲しいかみたいな話にはなるわけでしょ。親とかもその子供が何を欲しがってるかとか、まあ、多分いろいろ考えてくれるんだよね。で俺はさ、なんかその時、まあ、さっきの話にもあったように、まあ、ちょっとシャイというか、まあ、元気な子ではあったんだけど、
自分の気持ちをこう伝えたりするのがあんま得意じゃなかったから、誕生日プレゼントとかそのクリスマスプレゼントとかこう何が欲しいかを直接言うのがなんか恥ずかしくて、それでその基本的に何か買う時とかは、遠慮しがちだったんだよね。でクリスマスだからさ、そのサンタさんにお願いをするわけじゃない。で俺はもうマジで純粋な子供だったから、サンタさんにお願いするわけだから、親には言わないでもきっと欲しいものが届くと思ってたわけ。実際はさ、そのさ、親がこうサンタさんとやり取りしないと、プレゼント来ないわけじゃん。そうでしょ。だからその本当は親に直接言わないといけなかったんだけど、俺はその欲しいものを手紙に書いて本棚のその裏に隠しておいた。サンタさんなら見つけてくれると思って。その時何だったかは忘れたけど、その当時流行ってたゲームソフトが欲しくて、ゲーム機とゲームソフト欲しいですって書いて、で本棚の裏に隠したと思うんだよね。でもさ、そんなところさ直接見てなかったら気づくわけないじゃん。それでさ、俺はさそんなことにもさ気がつかないままその日は寝て、で翌日になったらさ、もうそのクリスマスだからそのプレゼント届いてるだろうと思ってさ目覚ましたわけよ。そしたらさ、その枕元というかさ、頭の上にプレゼント袋というか、ボックスが置いてあって、やったと思って、これであのゲームができると思って、袋開けたら、CD が入ってて、いやなんかゲームカセットじゃないんだよね、俺の欲しかった。それでさ、俺めちゃくちゃがっかりして、でもいい子にしてたからプレゼントが来たんだっていうのは嬉しかったの。欲しいものはもらえなかったけど、でもなんかプレゼントもらえて嬉しいな。なんかその1年のさ通知表じゃないけど、1年いい子にしてたっていうのは見ててもらえたから、じゃあまた今年も頑張ろうと思って、その時は自分の中でなんとか消化したのよ。でもなんか大人になって思い返してみると、それはそのお父さんお母さんが、サンタさんとやり取りできなかったから用意できなかったんだけど、その時になんとか考えてやっぱプレゼント用意してくれたんだよね。それを今になってちょっと思い返して、そのもらった CD がさ、当時ピクミンがめっちゃ流行ってて、それのイメージソングというか愛の歌だったっていう。めっちゃいい話じゃん。みたいなっていう。結構ね、家庭内でいろいろあったタイプではあるんだけど、でも親にそういう悩ませたこともあって、その時は、ありがとうだしごめんねみたいなのを今になって思いましたっていう話ですね。いい話。いい子に育ったね。いや本当におかげさまですよ。周りの人がいい人だったら、めっちゃ思うことあるよね。これはバットないでしょ。さすがにないよかったね。バットしてきたらバットし返す。確かに。代わりにね。代わりに。代わりにやっちゃおう。やっちゃおうぜ。いい話だな。なんかメッセージを感じたよね。確かにメッセージ感じるね。あったまったわ。なんかこの空間だからよっぽど入ってくるわ。ね。よかったよ。いいお話だったわ。任されんの。来た。回ってきたよ。サスペンスだね。そのうちのその奥さんのね話、ユンちゃんの話なんだけど、この子相当疑ってんなってよく思う。それは逆に言えばだいぶこう好いてくれてるじゃないですか。愛の形かなとも思うんだけど、ちょっと疑いすぎじゃないって思うシーンが結構あって、ディズニーランド行ったのよ。でディズニーランドの、ホテル泊まって、俺と子と、奥さんで、ご飯食べてると時間に合わせて、ミッキーが来てくれますよね。そうでその俺らは普通に食べてたの。
したらもうそろそろになったら来るねとミッキーがね、食べて待ってたの。したら先にこうキャストさんが来て、で今からミッキーが来るのでちょっと準備しててくださいみたいな感じで、分かりましたよって言ってたら、後ろからトコトコトコってミッキーが来て、調子でこんな感じで手振ってくれる。でうちの子供もなんだみたいな顔して見てる。じゃあ写真撮りましょうってなって集合写真を撮ったのね。でみんなでじゃあミッキーを中央にしてちょっと集まって撮ろうよって。で子供を俺抱っこして、そしたらミッキーがじゃあみんなで輪になって写真撮ろうよ、提案をしてきてくれたわけよ。さすがミッキーやと思って。でミッキーがこうやってやってくれて、で俺手つないで、でミッキーがユンちゃんにこうやってやって、でユンちゃんに手つないで、でパシャって写真撮った。で何枚か撮っておのおの好きなポーズしたりとかもしてたの、でそのまま食べ終わって帰って、普通に俺も仕事があるからディズニーランドから帰ってちょっと仕事行ってきますっつって、で行って仕事してたら夜電話かかってきて、と思って、多分飯いるかいらないかの電話だと思う、あるあるだね。ちょっと出てみっかと思って、普通に出ようと思って出て、何って言ったら覚えてるって言われて、今日俺なんかあったっけと思って。確かにね。俺結構スケジュール帳とかにも書いたりするし、メモ帳とかにも書くから覚えてる方ではある。俺なんか今日あったっけなと思って、ずっと覚えてるって言われて、ダメじゃないみたいなこと言われて、ダメ？俺なんかしたっけって、ごめん本当に分からんと、めちゃくちゃ考えたけど本当に分かんないです。俺なんか悪いことしたかなって言ったら、ミッキーと手つないだでしょ。ミッキーでね。ミッキーってミッキーだよね。ミッキーマウスで合ってるって言ったら、そうミッキーマウスと手つないだよね。写真でつないだよって言ったら、写真もう一回見返したらユンちゃん手つないでない写真とかもあんのよ。で俺だけミッキーと手つないで、あれだと俺とミッキーとの間がコルクになっちゃわないみたいな。ごめん。おっとはい笑っていいよねこれね。笑っていいんだよねこれね。これいいんだよね。なんかね。で、俺も分かんないからその計算式ないのよ。その計算式ないからいやミッキーじゃんミッキーだし、俺であってコルクであって奥さんのユンちゃんのじゃんこれ以外言えないからでミッキーじゃん、って言ったら手つないじゃダメじゃない？ミッキーとクミッキーとかじゃないもんね。クミッキーとかでもないし、ミッキーっていう女性あだ名とかでもない。ミーちゃんでもないでしょ。絶対的ミッキーマウスだ。皆が知る。これで心当たりある人っていますか？それおもろいわ。っていうちょっと一体どんな気持ちで話だったんだろうっていう迷宮入りというか、迷宮だね。ちょっとおもろいんだけど、ちょっとじゃないっていう。ミッキーは良くない？いやいいでしょ。いいよね。俺ミッキーはいいよね。それだけねついてる。いや嬉しいよ。嬉しいし、冗談で言ってんのかも分かんないけども、開幕が覚えてるみたいな感じが超怖いじゃん。怖い。身構える。それはすごいな。っていうミッキーと手つないで結構疑われたって。怖いぞ。いや笑っちゃった。ちょっと謝んないとな。逆に幸せだなと思って。そうだね。そんだけ思われてる。嬉しいなとね。気持ちが向いてるのいいことだ。手つないで羨ましいダメでしょうじゃないんだ。じゃなかった。なんかね、覚えてる。なんかドラマに出て役で手つなぎましたとかだとちょっと嫉妬しちゃう。まあね、そのね、作品とかでもそういうのは分かる。わかるけど、一応作品だから。でも家族との時間だったからね。その間のミッキーですね。
これは罰じゃなかったね。よかったよかったこれはでも確かにシルクとミッキーの間のコルクにねそうその家系図すごくない？やばすぎだろ。コッキーマウスみたいになってる。ちょっとダメだろそれ。マジで。今ので終わりでしょ。男や。ここだ。そうなんですよ。ですね。最近ね家でやっぱ編集するわけじゃない。その外の撮影こういうことがない限り家で撮影とかするんです。家で編集とかするんですけど。まあやっぱり奥さんにも友達がいて、でまあ子供が幼稚園だったりとかいろいろ預けてるところに行ってる時とかにまあなかなかやっぱ子育てしてるとさ友達とかって呼べないわけじゃない。まあ難しい。で俺が編集日の時とかで家に友達呼んでいいかみたいなふうに言われて、あ全然いいよって言って、まあ時々来るケースがあるんだけど、で俺寝室で編集しててリビングで妻とその友達 2,3 人女子の友達がいてっていうことが多くて、でまあ編集してるとどうしても喉乾くじゃない。でなんかやっぱみんなで遊んでたりするんだけど、なんか話してたりするんだけど、どうしてもやっぱ飲み物とか取りに行きたくなってちょっと冷蔵庫行って「あこんにちは」みたいな時があるんだけど、でその日は女子4人いて、で俺編集してていつも通りで、まあ、ちょっとそろそろ喉乾いたなっつって冷蔵庫の方バッて行ったら、その女性4人たちがちょっと会話が聞こえてきて、男性器の話をしてたんですよ。あこれは、まあ、女性同士の話だから、そうだね。聞いちゃいけないのかな。これちょっとね、もう視聴者さんここ大人の話なのでちょっとスキップしたい人はスキップしてほしいんですけど、これ俺のことを話されているかもしれない。まあまあそうなる。あワンチャン。可能性はある。ワンチャンね。そういう営みの。でこれは聞いちゃいけない話だなと思って、俺もなんか聞きたかった自分と聞いちゃいけないなって自分もいて葛藤するな。葛藤があるな。葛藤したんだけど、ちょっとそれ一回やめたの。で編集の部屋戻っていつも通り編集しようとするんだけど、俺いつも外音で編集してるからちょっと4ぐらい音量下げて編集してたらやっぱり男性器の話をしてる。あこれ聞き間違いじゃなかったなと思って、そしたらすっごい笑い声が聞こえて、でしかも多分なんか妻子が発言した後に他の人がわうわもしかしたら自分の話かもね。これは俺なんかおしもの話でなんかねちょっとあるんじゃねえかなと思ってちょっと恥ずかしい気持ちになっちゃったの。でもやっぱり気になっちゃったからまあね。もう2個ぐらい音量下げて聞いてたらまた受けてたの。いやこれはちょっと嫌だし、なんかこれ以上話されるのも嫌だから、ちょっと試しに飲み物取りに行ってみようと思って飲み物取りに行ってガラガラっつったらスッて会話がやんだ。こんにちはって飲み物取ってってであどうもっつってゆっくりしてってくださいってガラガラガラって閉めて飲み物飲みながら足音で帰ったふりして止まったの。そしたら会話がスタートして、で俺はどんなチンポコの話されてんのかなって言っちゃったからそうもう聞き耳立ててたら男性器じゃなくてカラオケの男性キーの話をしてたっていう歌の話してたっていうそうだ俺はチンポコだと思ったら歌のキーの話をしてたっていうしょうもないダメかフィッシャーズじゃダメかこれダメか下はダメなのか思わないけど。いや俺は好きだったよ。悔しいなもういってもっと来いあオッケーペチオッケーって思ったありがとなるほどなるほどなるほど。まあでもなんかそういうちょっと文字は合ってっからな。そうまあそうだねからそうみんな恥ずかしくてカタカナに男性器って話してるのかと思ったら男性器だっていう文字は合って繰り返すまあね。そうだからよかったっていうよかったなっていう決してバカにされてはありませんでした。よかったねよかったよかった。そういう話はしないもんね。しないあんまりねよかった安心したわさすがに男性がいる空間で話さないだろうしね。衝撃したんだよな。いや俺さいや結構あんま怒んないんだけどおちょっと怒りそうになったこと最近あって最近最近なんだ。いやなんか自分で怒んないんだけどっていうのもちょっと変かもしれないけど怒んないじゃん結構全然怒んないね。うん見たことない。こればっかり気は長いと思う。
まあこの間まあシルクと生んだフォトオレでまあちょっと遠くに遠征にね行ったんだけど、海外にね。海外に行ったんだけど、で、まあ、海外行く時に、まあ、もう当然飛行機に乗るじゃないですか。飛行機ってさ、まあ席のランクがあるじゃん、そのねめちゃくちゃいい席だったり、まあちょっと普通の席だったりとかね、エコノミービジネスファーストっていうのもあるじゃないですか。その時にまあ突然海外行くことが決まったから、確実に広い席が取れるか分かんないみたいなことだってあるわけじゃないですか。で海外に行くことはもう決まってんの。でメンバーも決まってる。その時にビジネスで行こうってなったんだけど、編集とかもあるからね。そう、まあかなりの長時間だし、俺らのバディさんに高田さんすいません、一席だけビジネス取れなかったんですけれどいいですかみたいな言われたんよ。メンバー決まってる坂鬼だけ。いや別に俺に来るのは別に全然構わない。別に誰かが行かなきゃいけないから、そのさ行くことは決まってるし、もう行くこと決まってていいですかって何？お怒ってる。それしかないじゃん。そうじゃない？普通に。それしかねえじゃん。だっていいですかって聞いてきたら、俺が行きたくないですって言ったら、あ、じゃあ今回大丈夫ですってことになるのと思って。あ、そうね。行くことは決定してる。もう行くこと決まってるんだったら、このいいですかの時間何ってめちゃくちゃ思って。俺はもういっそのことだとしたら、すいません高尾さん、ビジネス取れなかったんですけれどこの席でお願いしますって言われた方がいいの。もうだってさ、そうでしょ、お願いしますだったら行くこと決まってんだから、あ、すいませんじゃあ取れなかったんですね、じゃあ僕そこでいいですよになる。あ、分かりましたってなるのに、すいませんビジネス取れなかったんですけどいいですか、確認だよねこれ完全に。確かに、まあ大手みたいなもんだよね。確認でいいですかって言われた時、俺答え一つしかないじゃん。いいですよしかないの。はいかイエスか。いやマジではいかイエスしかない確認をされたのがここ最近で一番イラッときたんですよ。なんかなるほどね。面白い場所で切れるな。マジでだって選択肢ねえじゃん。なんかでもさ言い方というかね。俺も一個聞きたいことがあるんだけどさ、ザカオちょっとあんまりケツバットのシーンがないんだけど、いいですか？あ、これじゃ聞き方ダメ？ザカオケツバットお願いしてもいいよね。なんで？それはそう。ダメか。いいやだからそれでそういう話をしてるんだ今。それは嫌だよ。無駄な話いらねえだろ。違うか。いやマジで本当にまあめちゃくちゃ怒ってるわけじゃないんですけど、その後よね。聞いていいですか？あ、まあはい、まあそうしょうがないですよねってなって家帰るぐらいにこの時間必要あったって。後から出てきちゃうやつね。そうなんだ。そういうところで逆にね。結局なんかたまたま相手ビジネスで行けたんですけれど、まあありがたいことに行けたんですけど。そうだね。みんな。最後に男だ。男な。男だ。皆さんは突然気を失ったことってありますか？突然はまあ過去にあったけど逆はない。理由はあるよね。こんな私も経験があるんですよ。小学あれは4年生ぐらいですかね。家族で、僕のお父さんの国であるパキスタンに行ったんですよ。普通にこう車で移動してそのお父さんに連れられながらね、でおもちゃ屋とかが巡ってたら、うわすごいな、パキスタンのおもちゃってこんな感じでいっぱいあるんだって見てて、で最後なんか立ち寄ったところ、結構コンクリでできてるような看板もないような建物で入ったらさ、施術台に連れてかれたんだよ。怖っ。実験？めっちゃ怖くない？めっちゃ怖いよ。で俺今日殺されんのかな？いやまあそう思うわ。いや思うよね、パキスタンの。だけどなんか改造されるって思っちゃう。めっちゃ怖いじゃん。終わりなんだなって小4でさ、何すんのって親父聞いてもいいからっていうの。
怖すぎいいからってなんだよと思いながらよくないな。いやいや何やめろやめろってマジでこれ掴まれていろんなこうドクターみたいな人たち確かにね、いきなりだからね。緑色の帽子と緑色のこうマスクみたいなの食ってて多分ドクターのやつ。多分ドクターみたいなやつでも分かんねえからやめろやめろっつってケツ出されて注射打たれて別に。でやめん気絶したの怖っ。全身麻酔をその場で食らったのよマジマジでもう目覚めるじゃないぼやけてんじゃん全身麻酔の後ってもう感覚わかんない状態でずっとふわふわしてんのよで何やってるのなみたいな結構自分の何言ってるかわかんないのがしばらく続くのよずっとその時にその向こうの親戚の顔がぼやけて見えるので向こうで大丈夫みたいな言葉で話しかけられたんだけどその時に絶対見えたっていうのがあってまずそのなぜか知らんけどスニッカー見してきたスニッカーズ。スニッカーお菓子の。食べる無理だろって思いながらまあドロドロだから。まだドロドロのさなかスニッカーズはいらない。スニッカーズ食べれないよって言って耐えてんの俺こうやってバカなのかこいつらと思って何を施されたかも分かんないのにいきなりスニッカーズ見せてくるてめえらどうなってんだよって思ってでこうやってまた俺気失ったのそうでなんか次目覚めた時に隣に弟もベッドいて弟も麻酔食らって寝てんだよで2人して何が起こったか全く分かんない状態で帰ったのなんか違和感あんなと思って体にそれはそりゃそう何かしらされたのか。何されたんだろうってずっと親父答えてくんなくてお母ちゃんもでパンツ脱いだら股間に包帯巻かれてたっていう話です何それは。何だったの？何。もっと男らしくする施術でしたそういうことか。皮をね。文化的皮をね。これやばくないいやそれはやばいやばくないこれ男だなお前。いやいやビビるよ男にしてもらうし。男にしてもらう手術っていう話でさこれやばくないこれ突然全身麻酔で劇的だわ言えよってなる。そう劇的ビフォーアフターだもんね。本当なんということでしょうねマジで包帯まいやいいですよいいですよこれずっと言いたくてそれはびっくりするな。やばくないそれはやばい。それはやばい。説明なしか。パキスタン流はそれなんだ。パキスタン流だね多分ね確かにね。そんなんしかもだってね後から俺なんでパキスタンでやったのってだって日本でもいっぱいあるでしょ別にね。まあね確かにそういう人わざわざ向こう行かなくてもいいじゃんって言ったら安いからって言われていやいや自分の子供その時ぐらいね払って。いやいいだろうと思って確かにね。だから弟と一緒に寝てたんだ。そうだね。もう一挙にやってしまえだったんだね。確かに。同時来てかいみたいな。起きた時に隣に弟寝てるの面白すぎるよねお前もかってなった。お前もか何されたんだお前も仮面ライダー1号2号になってたかもしれないわけだから怖すぎんだろ。全てがわけわかんなかったそれいやもうギリギリ起きた時にスニッカーズ見せた理由もわかんないわし。からない食べれてないからねあのスニッカー気休めだったんだろうね気何かしら休め食べる甘いのみたいなかでもパキスタン行ってスニッカーズかよと思ったしな確かに私別にあるもんね。向こうの現地の甘いのあるでしょいや日本にあるからこのね男の今ピーク来たね。ね今のはいやもう次いい来たいいいいだろういい話だねこれより面白いの出ないよ男でしょこれいい男の話出たわ。いやー目指しよね。なんかこういうなんかチャンスがないとこういう話できないから。いやまあねそうだよねそう俺初めて聞いたもんなあともうちょっとだけやってみよう。もうちょっとだけやろう。あちょっと。いや初めて聞いたわまさー何もなかったよ大人になって分かったあれやった今やってみよう。説明しづらさはあるだろうまあ確かに確かにな。理解できなそうだし。そのあれだな、その親のそのパキスタンの方に行ったエピソード強いな確かに。まあ確かにな勝てない。いい話で。無理だよ。まだねあっちの国はありますよ思い出がそうか。何？ほうほ
そうね、本当にずっと思ってた話ではあるんだけど、まあ、今年15周年をフィッシャーズは迎えたわけじゃない、で本当にいろいろとあったグループだったじゃない、ね、なんかその大変なことが多かったのか分かんないんだけど、すごくこういろんな経験をできたチームではあると思う、でいろんなことを学んだわけじゃない、そのいい時はやっぱすこぶる何やってもいいし、一回ツンって落ちちゃった時って何やってもダメだし、そういう波とか時期とか、もちろんそれに合わせた作戦だったり、何より一番大事なこの好きっていう気持ちだったりとかっていうのを、それエネルギーみたいな、そういうのを多く、まあ、学んだわけじゃない、俺ら。でこれってそんな誰でも経験できるようなことじゃないし、その振り返った時にうわ本当にあの時ってこうだったんだなって思うこと今でも多いじゃない、そう今は1本メイン動画1時間の動画出たりとかするけど、前はありえなかったじゃん、その代わり毎日動画投稿し続けて、こんなやり方があるよね、時代に合わせてこんなことやんなきゃいけないっていっぱいいろいろ考えて、もう本当に寝ない時もあったしさ、本当にいろんなのを経験してきたじゃない。で最近すごく思うのがあって、めっちゃいろいろ経験してきたじゃん、まあ、元はもう、まあ、7人の時もあったし8人の時もあったし10人の時もあったじゃん、メンバーはね、メンバー10人から、まあ、ちょっと減って、まあ、動画本格的にやるのは8人だったね、8人になって、まあ、ダイブが抜けて、で7人になってペケタンが抜けて、でペケタンは今違うさ、その歌の活動をやってるじゃない。で俺もその、まあ、言ったら、まあ、今でも仲間という意識はあるから、もちろんそうであいつの動向とかを見てるわけ、俺らとは別のチャンネルとかにも出てさ、いや絶対こう売れますみたいな、こっから頑張っていきますみたいな、いっぱい学んできたと思うんだけど、あれ多分無理そうじゃない？確信をついてきた。なんかそのまあね、俺たち親目線みたいな感じ、親心で、まあもちろん経験もあるから、どれがいけそうだなぐらいのあれ分かるよね。ザタじゃない。すごく毎回思うんだよ。その本当にやっぱこのフィッシャーズからさ、出てって卒業した、卒業して新しくそのグループ組んでやっていくんだみたいな、でうわもう結構楽しみなのよ。こっからなんかドーンって伸びて、どっかで俺らがまた共演するかもしれないし、いやそれをね目標にしてほしい。そう俺はそれを結構夢見てたから、でもなんか違うんだよ。まあ言いたいこと分かります。なんかお相手が悪いとかじゃなくね、その培ってきたものはっていう。そうそう早いもうこれだって俺らにブーじゃないでしょ、ペケタンにブーだよこれ。もっとあるなって思っちゃうって親の心なんだよね。これはまあ分かりますね。聞いてるかペケタン。すごく言いたいことは分かります。すごくすごいなんか公園で人を振り回すだけの動画撮ってた。そうサムですげえ頑張ってたのにな。あれなんだ。まあこれで視聴数伸びてほしいね。ね。気になったいいぞ方はね。本気で。幸あれ。幸あれ。まあその気持ちは本当だもんな。まあいや幸あれとか。うまくいくといいけど、そう面白くないとかじゃなくて、下手っていうなんかね、もっと育ててたつもりだった。そう下手ね、なんかこうあの時のこれこう生かされてるんだって思いたかったんだよね。わかるっていうめちゃくちゃ分わかるよね。なんかそうなかなか伝える機会もないしな。だって俺たち同じように生活してきてさ、まあこちゃんだったりゲームチャンネルとかやりだしてさ、まあ一応ちゃんとできてる。運営はできてます。そうでしょ。もっとその15年のその技術を盗んでほしいというか、ちょっと親みたいな。いや本当そうよ、本当そう。さああと誰が最後になるか。そうなの。このラストが一番怖えな。まあこれがラストになるかどうかわかんない。分かんないけど、けどまあ一応人としてはラストでしょ。そんな気がした。BGM これか。ということで、本日の動画ご視聴ありがとうございました。
残念ながらですね、ダホネタ切れでございますね。このようなね素敵なようなセットご用意いただきまして誠にありがとうございました。もうねこういうことが来るであろうと想定をしていましてですね、みんなでなんか最後に食べようと思ったら避けるチーズ、避けるチーズ、とりあえず生温かいチーズあったかいこれは違いますね。めちゃくちゃ気持ち悪い。怖いね。今なんかちらっと見えたけど、なんだ違いますね。はい、もうなんかもう君はちょっとパキスタンのお前潰れてんだろうが。トルティーヤトルティーぶっ潰れてるトルティーヤ。どうぞ。ちょっとあったけ。ね、はいね、はい、避けるチーズ、避けチーズ。もうぐにゃぐにゃ。これだけ歩いてもこの BGM に適した話題が出てこないということで、お後もよろしい時間となってまいりましたね。はい、ありがとうございましたね。はい、限界の目してんじゃないこの動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンマジでどうかよろしくお願いします。バットお願いします。ダメです。本当に来るなと願ってました、心の中で。はい、そうなんだ。もう無理です。ちょっと狙い定められてる。僕にしたら耐えた方ですよね。限界。これがマジで限界じゃねえか俺。もう早くブブって鳴らしてください。もうどうかもうはいチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。2回ね。せめて言える話じゃない。言える話ですか。小話。ありがとうございます。ブブが鳴りました。はい。登場してくださいね。はい。はい。ねフルスイングで言ってもらって。はい。思いっきりね景気よく。いって。目が怖い。何の時間だよ。兄と弟のね何の時間だよ。お前らよく耐えたなこの時間。何の時間なんだ今。じゃあな。じゃあな。目が怖かったよ。そろそろやめませんか。この話。いや分かったよ。そのねしっかりとみんな BGM に合わせて感情を出して話してたんで、普段から一応そういう怒りの話とかちゃんと記憶にあるんだね。そうだね。あるよ。ね。思い返したら出てきた。ちゃんと感情を持って生きてるってのは生きてます。これで一個もエピソード出なかったらさ、辛い。いよいよみんな何を思って生きてんだよ。確かに。本当だね。何してんの普段みたいな。薄っぺらすぎる。よかった。ちゃんとみんななんか YouTube 外も濃い人生を送ってる。よかったよ。幸せそうだよねみんなね。ありましたわ。この企画なんだけどそもそも服装見ればわかると思うんだけど。なんかコントやろうよみたいな話になってたんだよね。最初ね。そうだね。そういう話だったんだよね。本当にだったんだけど、そうダーマが熱になって急遽これになる。そうなんだよ。そう本当にお大事にだけども。いやだから別にトークもしっかり考えてきてるわけでもないし急なんで。俺なんならそれやろうぜっつった台本来てめっちゃ読んでたんだけど。昨日めちゃくちゃ読み込んでたんだよ。自分で。ダーマも休みたくて休んだわけじゃないんだけど、もちろんお大事にです。いつかまたダーマのエピソードも聞きたいですね。聞きたいね。それは聞きたいね。それはそれでまた第2回があるかもしれない。よし、じゃあ行きましょう。それではせーの。アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリーゲームチャンネル X インスタグラム他にもまだまだいろいろあります。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。せーのアデュー。